開き直って写真でお送りします。ちょうどいいんじゃないかな。ちょんちょん。いや、ちゃんと最後まで見てくれてんだなと思って全部巻き込んで一体化。こっちどこに使ったか覚えてない。めっちゃ失敗して下品になって近づけてみせるけど、このスクラッシュドライバーの体験。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回尺の都合上で最後までいけなかったので、今日も続きやっていきます。馬の漢字を武器にしています。で、あと馬の下のちょん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 馬の下のちょん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 をつけて色を塗って完成って感じなんだけど、このちょんちょんちょんをどういう風につけるのか。普通につけたらだってこれ一筆書きなのかなみたいな感じになるでしょ。それをできるだけ抑えるためにはどうするのかっていうので見ていただきたいと思います。だから前回前々回の動画まだ見てない人はマジでわけわからんから、まずそっち見てきて、ほんで戻ってきて、こっからまた再生し直せばいいからよろしく。はい、いってらっしゃい。特撮改造エキシビジョン。さあ、ここから多分一番大変な工程です。ここにちょん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 って点が4つありますね。これを表現するんですけど、使いたいのはここに入るってことでプログライズキー、まずプログライズキーね。そしてここにフルボトルが入るってことでフルボトルっていうので、プログライズキー、フルボトル、フルボトル、フルボトルっていう風にいこうかなと思ってるんです。しかーし残念なことにうちに今フリーのプログライズキーホルダーとフルボトルホルダーっていうのがありません。なのでなんとかしないといけないんです。で、まずプログライズキーホルダーなんですけど、ホルダーはないんだけど、これはあるんですよ。アタッシュカリバーのなぜかここだけで、こっちどこに使ったか覚えてないんですけど、これだけあるんですね。だからこれを使いたいんだけど、これだとちょっとでかいので、もう少しコンパクトにします。いやでもでかいっつってもあれかな。こうやっときゃ馬の点に見える？いや、でかいな、やっぱりな。惜しいけどね、ちょっと違うね。やっぱりちっちゃくします。ハンドゴティング。これもなかなか硬い、しっかりしたプラスチックでね、ゴティングが進まない。まあ大変でしたけど、もうとにかくちっちゃくするんだって思いで、切りに切って、なんとか。よし、だいぶコンパクトになりましたね。じゃあ、プログライズキーはめた状態で、こんな感じかな、バランスとしてはね。で、これの接着は、クリアパーツでやるか、テグスでやるか。テグスっていうのは透明の硬いナイロン製かなんかの紐ね。で、やるかどっちかなんですよ。浮いてるように見せたいから、もう絶対透明マストだなと思ってるんです。まあ、透明パーツいろいろありますけれども、例えばフルボトルの認識プレート。これなんかどうですかね。これちょっと半分に切って、これをここに引っ掛けてこんな感じかな。ゴティングで隙間を少し作って、ここに見えにくいけどズボッと刺す。で、あとは周りのプラスチックとグルーガンもろともゴティングで溶かして全部巻き込んで一体化させます。プラスチック同士をくっつけるってなかなか大変ですね。しかもこんな細いパーツとなるとね、なかなか接地面も少ないですし。で、これをここに突っ込むと。ここはビスいけそうだったので、ビス1本で固定します。あれ、ちょっと斜めになったか。いや、どうしようかな。これが後ろにね、ピャンといっちゃったんですよね。これはこれでいいのかな。いや、どうやろう。いいか、別に。立体的。いっちゃ立体的か。いいな。オッケーオッケーオッケー。これにしましょう。ちょうどくっついたしね。はい、1月24日土曜日、埼玉市で映画上映と同時開催のマルシェに出ます。詳細は動画概要欄チェックしてみんな来てね。天才草間彌生さんの映画やって。さあ次はフルボトル3本なんだけど、さっき言ったように同じくホルダーがないと。っていうので、ちょっとね、不本意ではありますが、これも定めとしてね、ここのホルダーを拝借します。で、これはホルダーが手に入り次第もう一回ここに復活させるとして、これを使いましょう。展示会でも人気のこのスクラッシュドライバーの体験。これのエネルギーが入ると思うとね、力増すんじゃないかな。よし、これを実際にちょっとフルボトルをつけた状態でシミュレーションしてみましょう。点の角度もこれでちょうどいいんじゃないかな。ちょん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 ですもんね。いや、バッチリやな。じゃあこれはもうそのままストレートにこことここくっつけちゃえばいいのかな。さあ、このフルボトルホルダーもできるだけスッキリさせて3つの点だけ強調したいので、この端っこのパーツは素敵だけど削ります。で、あとはもうさっきプログライズキーホルダーをくっつけたのと同じやり方で透明パーツで一個一個くっつけていくと。このくっつけ方は場所によってはプラスチックを溶かして一体化させたり、ビスいけるんならビスの方が簡単だしっていうので1個ずつやっていけばいずれ終わるのでね、そんなビビることはなかったですね。はい、この3箇所連結しました。全部フルボトルの認識プレート持っててよかった。どうも
編集中のパウチ、ヘンパウです。さあ、ここでみんなのコメントについて触れたいと思います。前回の動画で言ってましたね。というか、今までの動画全部そうなんですけど、僕は動画の途中でどう思いますかコメントで書いてくださいねっていう呼びかけをしています。で、こういうのにね、触れたコメントくれるっていうのは、いや、ちゃんと最後まで見てくれてんだなと思ってね、すっごい嬉しい、ありがたいです。で、前回の動画でも聞きましたね。カラーリングどう思いますか？これについてのコメントをたくさんいただいてます。ありがとうございます。じゃあ、色の部分だけ抽出して読んでいきます。コメントありがとうございます。馬ってことで茶色で塗ったり、茶色ありがとうございます。紫と黒の2色もありかと思います。紫と黒、通称悪の色ですね。カラーリングはパウチさんの言う通り、そのままでいいと思います。そのままね、僕もね、この改造についてはそのままも捨てがたいんよね。馬の漢字の画数に合わせて10色使う。面白い面白い。そういう発想いいですね。色を塗るなら赤とかがいいと思います。赤とか。赤系ってことですね。赤プラス黒。三国志に出てくる関戸場とか、北斗の拳の羅王の国王号のイメージで、黒プラス金とかいいと思ってます。高貴な色ですね。関戸場と国王さん。なるほどな。迫力のうまいもんな。色はそのままがいいと思います。そのままね。ありがとう。サビ塗装とか見てみたいな。サビ塗装もね、サビも一部いいかもしれないね。色そのままでもかっこいい。そのまま。なるほどね。新年だし書き初めイメージでがっつり黒。これすごいね。書き初めな。なるほどな。文字やもんな。お正月文字書き初め。バッチリやなと思った。で、書き初めイメージでがっつり黒で、差し色でホワイトとかシルバー。目立つよね。いいよね。半紙のイメージやね。使うキャラや場面をつけるんであれば、統一感のあるカラーリング。一つのオブジェでそれだけで作品って感じにするならそのまま。結局どっちに転んでも両方見たいというご意見もありがとう。いや、嬉しい。欲張りな意見好きですよ。色を赤黒くすれば、関戸場を連想させる。プラスなんか強そう。関戸場ちゃん2投目。ありがとうございます。縁起物とするなら竜双剣と同じ紅白でもいいですし、現状の塗装で素晴らしいからこのまま。そしていっそ紫を主体にしても面白そう。3パターンのご意見ありがとうございます。左馬で白馬がかっこいいから真っ白とシルバー。なるほどね。神々しいイメージね。ふわーってスローモーションで走っててほしいね。今年は日の絵馬で火のエネルギーが最高潮なので、情熱的な真っ赤な塗装。日の絵馬なんてよく知ってるな、あなた。素晴らしいね。情熱の赤ね。赤は生命力ですからね。もう生まれたての子供生命力パンパンやから赤ちゃんって言うでしょ。で、60歳になると生命力弱ってくるから赤いちゃんちゃんこ着て生命力チャージするんですよ。赤は生命力の色。今年は日の絵馬なので火のエネルギーが強くなるらしい。火の馬のごとく赤にキャンディー塗装。キャンディーレッドね。この人も日の絵馬なんてよく知ってるね。すごいね。キャンディーレッド綺麗やろな。塗装はゴールドと赤とか。高貴な色ですよね。赤と金ね。めでたいしね。というわけで塗装案は赤もしくはそのままっていうのが多かったですね。さあ、この武器のカラーリングどうなるのか。飛ばすなよ。全部見てくれよ。クリエイターラビ単館紹介コーナー。日陰ちゃんの作品、前回はアサヒビールくれて、今回はアイスエイジ。綺麗やね。これかなりの力作やね。まずプシュっていうプルタブギミックがちゃんと残ってる。そしてアイスエイジに赤はいらないだろうということで、目はブルーだけを残してるというね。これセンスですよ。そしてこのガイアメモリの端子を意識した金と銀。これも仕事が細かいね。ガイアメモリぶっ刺さってるし危ないわ。でもこのガイアメモリで赤を消す理由を作ってるからね。上のボタンを押すと、ほら、ちゃんと音声が生きてるんですよ。スイッチ追加してすごいね。濃いめの水色とブルーのコントラストが美しいね。冷たそう。おでこにはアイスエイジの愛。そしてサイドを見ると三角形と文字がぴったり大きさ測って貼られてますね。これ細かい。それでは棚に入れさせていただきます。はい、仲間いい。日陰ちゃんありがとう。はい、みんなのカラーリングイメージもまとめられたところで、なんとなく僕の中にも姿が見えてきました。ありがとうございます。塗装ブース行こう。皆さんカラーリングのご意見ありがとうございます。まずはスターブライトシルバーをガンガン拭いていきます。結局色のイメージはそのままの塗装を残しつつ、赤と金と黒で仕上げていこうかなーって感じで始めてます。でもシルバーを塗っていくごとにね、やっぱ元の塗装がどんどん消えていくんですよね。いや、これ途中で、もういいかーってちょっと諦めて、もう全部シルバーにしてます。この全部シルバーっていうのは後々クリアレッドでキャンディー塗装してメタリックレッドにしようと思ってるんですけど、その割合が多いっていうことです。お正月を意識してめでたい色にっていうんであればやっぱ赤と白紅白がいいなと思うんだけど、それだと武器としてどうなのかなっていうのもあったし、本当にそんなご機嫌な武器誰か使うのかなっていう思いもあったしね。ちょっと高級感ある悪い感じにしようかなと思って拭いてます。続いてクリアレッド。これさっき言ってたキャンディー塗装ですね。メタリックレッドにしていきます。紫の部分も蛍光イエローの部分もいろいろひっくるめて、色味の要というかな、赤の面積をどんどん増やしていきます。これもね、通常のレッドにするかメタリックレッドにするかでやっぱ考えたんですけど、もしかしたら普通のレッドの方がバーンって逆に映えたかなって気もしてます。メタリックレッドが強烈な個性を放ちそうなイメージなんだけど、実はレッドの個性ってすごいんよね。悪目立ちするかなっていう思いもあったんですね。去年僕がトークライブやった時にピンク黒金の塗装でめっちゃ失敗して下品になってしまったっていう話をしたんですよ。これね、それとめっちゃ近いパターン
なんで、赤黒金もバランス間違えたらバチクソ下品になるんですよね。だからそこには細心の注意を払ってるつもりで、今度スターブライトゴールドいきましょう。これで今散々増えた赤の面積に、今度ゴールドの面積も増やしていきます。ということは黒か赤かが減ってゴールドが増えるっていうことなんですけど、これがね、やっぱついついゴールドにしちゃうんですよね。難しい。バランスむずい。で、細かい範囲のゴールドの塗り分けなんかも始めちゃってね。いや、かかってますね。調子乗ってる。全体じゃなくて部分で見ると意外とかっこいいんだけど、全体で見ると、はい、こんな感じです。やっぱゴールド多いですね。下品ですね。この金のラインもいらんわ、多分ね。金すぎる。ほんで、この辺もやっぱ金の割合が多いですね。これでもかっていう、やっぱ細かい塗り分け失敗してる。こっちもそう。で、このブレードも一本一本に金が多い。これね、下品塗装です。大失敗です。でも形はいいよね。今形関係ないか。よし、だから気を取り直して修正しましょう。ゴールドを赤で塗りつぶしていきます。でもこれはゴールドが多いから下品って言ってるんじゃなくて、全体がゴールドで差し色が黒と赤っていう場合もありますからね。一概には言えませんので、お正月のお重とか、昔の日本の櫛とかかんざしとかね、こういう色味ですごい上品やん。もう一発でそういうカラーリングできるセンス欲しいな。はい、無音で始まりました。ごめんなさいね。音声がなぜか取れてませんでした。稲荷系の眷属、狐さんのいたずらかなわからないけど。なのでもう開き直って写真でお送りします。懐かしいところで言うと昔のボラギノールの CM 風ですね。今の若い人たち知らんやろな、多分な。で、塗り直してみたんだけど、やっぱりね、下品。どう考えても下品です。もう、根本から見直さないとダメだなと思って。どうしたらいいのかなって考えてね。日本の伝統工芸品とか、重箱、かんざし、櫛、着物。なんかその辺をいろいろ画像を見て、僕なりの答えを出しまして、もう一回塗り直しましたって塗り直したのが、ポンっていうのいつも通りのやつやったんですけど、これも音声入ってないから、どうやったらいいのかなっていうので、もう後付けでやります。はい、塗り直したのが、はい、カラーチェンジしました。どうですか？あ、近いとあんまりやな。馬の感じに見えへんねんな。難しいな。近づけて見せたいのに。山嵐のジレンマや。いや、いいんじゃない？こう、ほら、ちょっと近づけて見せるけど、メタリックレッドをやめました。結局普通の赤にして、赤というか朱色ですね。赤とオレンジを混ぜて、最後にさらにクリアオレンジも吹いてます。これで朱色っぽくなったなと。そこに何が足りなくて、神社通り越して下品になっちゃってんのかっていうのをめっちゃ考えて、いや、白だなっていうのも気づいて、やっぱ入れてみました。これでかなり雰囲気出たんじゃないかなと思います。いかがでしょうか？さあ、それじゃあ音鳴らしてみましょうか。音。今までの動画ではこの2つの音しか鳴らしてなかったですね。でも皆さんお気づきですよね。これ、スチームブレード。これも基板がここに入ってます。電池もここにあります。なのでスイッチ入れましょう。はい。この3つが同時になるというね。はい、こんな感じでいろいろ遊べます。そしてここは、この金具を引っ掛けなければ、ビートクローザーの音だけ鳴らせるというね。なんかちょっと爆発にも聞こえるっていうね。あと、マシンガンか。いや、すごいですね。そして、プログライズキーとフルボトルですね。これを何をセッティングするかって、これ、かなり好みが分かれますね。皆さんの意見ぜひ聞かせてほしい。ここ3つにここ1つ。この組み合わせ、いろいろ能力試せそうですね。まあ、例えば真っ赤な炎のイメージならこれ。ここ引っ張るとね。で、この間に。連動難しいね。まあでもこういう戦い方できますね。そしてこっちも真っ赤でいきましょう。はい。まあ、例えばこんな感じ。これで全部赤いですね。色で統一されてます。うわ真っ赤やな。すごいな。素晴らしい。で、まあ、例えばこの辺をここに突っ込むと。そして別パターンでいくと、まあ、これとかもね、いかついですね。
で、ここに例えば敵の能力を吸収する目的でエンプティーボトル入れるとかね、こういうのもありですよね。こうなると、ここで吸い取るのかな。あとはフルボトルもう一個赤いやつ。もう一個と言わずね、いろいろありますけど、馬年なんでこのシマウマボトル。これ本当は僕不本意です。シマウマと馬は違うので、本当は馬が良かったけど馬ないのでね、シマウマ一番近いなということで、こんな組み合わせもどうですかと。そしてこっちが、割とシンプルめに。こういうパターンもありですね。さあ皆さんどれがお好みですか？これ本当にね、よかったらコメントにみんな書いていただいて、ほんでみんなも他の人のコメント読んでね、これいいですねとか、これだとこういう妄想をはかどりますねとか、そういうのコメントしていただけると非常に嬉しいです。こういう風に全部赤で揃える必要ないですからね。いろんな色あっていいと思います。で、僕が一番好きなのは、この感じですかね。自分でつけた炎を自分で消せるというね。この自分の責任でやろうぜっていう、そういう裏メッセージもありですか？こんな感じで新年一発目の改造、馬ということでね、3回にわたってしまいましたけども、一応完成さあ次回、ドリームダイブシリーズのギーツやってみたいと思います。このね、ドリームダイブシリーズの解釈というのも少し僕ブラッシュアップしました。本当に真剣に考えた時に、あれなんかおかしないってちょっと引っかかる部分があってね。いや、こっちの設定の方が絶対おもろいなっていうのがあったので、それも含めて次回発表したいと思いますので、また次回見てください。よろしくお願いします。感想コメントもお待ちしてますので、ありがとうございます。じゃあ残り350日ぐらい、皆さん良い1年をお過ごしください。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。